皆さん、こんにちは。沖野です。今回はですね、最近あった出来事をちょっと聞いてほしいんですけど、ちょっと前、1ヶ月くらい前に、初めて職場の同僚に、このチャンネルの存在がバレたよっていう話をした動画があったと思うんですけど、もしそれをまだ見てない方いたら、そっちを先にね、概要欄にリンク貼っとくので、そっちから見てもらうのがいいかなと、思います。で、今回もちょっとその職場絡みというか、仕事絡みで、初めてのことがあったので、お話をね、ちょっとしようかなと思ってます。事の発端は、その職場の同僚 M さんっていう方に、沖野スタイルというこのチャンネルの存在をね、知ってますよ、見ましたよっていうのを言われた1週間後だったかなと思うんですけど、また次の週末、金曜日に出社をしていて、でその日に会食があったんですよ。クライアント様と、うちの会社のその上司とかも含めて4人でご飯を食べましょうっていうのがあって、そこに M さんはいないんですけど、その時いたのが、クライアント K さんっていう方と、あとは、沖野と同じ会社の役員の方と、あと、M さんとは別の女性社員と、で、沖野と、この4人でした。で、一次会としては、普通に食事を、みんなで中華料理だったかな、ゆっくりお話をして、で、クライアントの K さんは、どういう方かっていうと、40代、50代かな。結構若々しいんで、40代後半ぐらいかな。自分よりは確実に年上の方なんですけど、すごいフランクにいろいろ話してくれて楽しめたんですけど、お開きにしようかってなったタイミングで、その女性社員の方は、結婚もされてるし、ここで、じゃあ、失礼しますみたいな感じで普通に帰ったんだけど、クライアントの K さんが、たまたま、二丁目通いしてる人だったんですよ。のんけの人とか女性も行くようなバーに、結構もう十数年だったか20年だったか覚えてないけど、結構通ってるお店がいくつかあるみたいな話をしてて、その時残ってる役員、男性なんですけど、沖縄ゲイってまだ知らないんですよ。で、その上司も別に2丁目に行ったりとかしてないから初めて行くって言って、これどうしようかなと思ってでもその役員がね、そのクライアントさんがちょっといない間に、沖野さんどうするみたいな。自分がそんなにお酒わーってめちゃくちゃ飲むタイプじゃないっていうのを知ってるから、金曜日とはいえね、終電まで付き合ってもらえる大丈夫そうみたいな聞いてくれて、全然終電までだったらいいですよって言って。なんかその時もう10時過ぎとかだから、2時間ないぐらい一軒行くぐらいだったらいいかと思って、ついてったんですよね。2丁目に。3人で行きました。そのクライアント K さんと役員の方と沖野で行きました。で、2丁目行って、ここによく行くんだよねっていうお店に、K さんに連れてってもらったんですよ。その時行った店子さんが2人いたんだけど、2人とももう全然知り合いで、名前もお互い分かってるような感じだったんですけど、自分も初めて行くバーだったし、あとはその上司に関しては2丁目に行くの自体も初めてだったから、すごいそわそわしてたんですけど、なんかその、クライアントの K さんと一緒になって、ゲイっぽいよねって言われたの。この子絶対ゲイだよ、みたいな言われて。で、なんかもしかしたら沖野スタイル知ってんのかなとも思ったんだけど、多分後々聞いたら、本当知らなかったっぽくて。で、そうこうしてるうちに、役員の方にね、とある方から連絡が来て、誰かっていうと、その沖野スタイルの存在を知っている M さんだったんですよ。ちょうどそのね、役員がクラントさんと食事してるよみたいな話をしてたら、私も今、新宿で飲んでますって。で、しかもその飲んでる相手が、うちの元社員だったんですよ。なんで、じゃあ二人とも来ればみたいな、そのミックスバーというか、観光バーなんで、女性も来れるから、連れてくればみたいなこと言って嫌じゃなければみたいな。なんか飲んでるうちに自分も楽しくなるし、なんか話もどんどんこうディープになっていって、で、結果的になんか恋愛の話になって、役員は結婚してます。で、クライアントさんも結婚してます。その後来た女性陣2人は、1人は結婚してて、1人はパートナーがいるっていう状況なんですけど、1人だけ誰もいない。彼氏いない。彼氏いないとは言ってない。恋人いないですって言ってて。どのぐらいいないのって言われて、もう9年いませんって。そしたら、その役員はすごい、関西の人なんですけど、なんで、荻野さん、恋人そんないないやろねみたいな。すぐできそうなのにねみたいなこと言ってくれて、いらへんわけじゃないのみたいな。全然欲しいと思ってます。ずっと募集してます。みたいな話をしてたら、またその店子さんとクラスさんが、彼女いないのって言われて、はい、いません。彼氏はいないのって言われて、はい、彼氏もいませんって言って、なんか絶対男いけそうな気するんだけどな、みたいな。二人がすごい楽しそうにね、話してて、クラントさんと店子さんが。そしたら役員は、沖野がゲイとは思ってないわけですよ、全く。だから、でも沖野さんそんな感じでもないよな、みたいな。彼女はいないけど実は彼氏いるみたいな、そういうなんか、男好きとかそういう感じでもないもんな、みたいな言われて、いや、バリバリ男好きですけどって心の中で思いながら、で、その時その女性の M さん
沖野スタイルを見たことあるってことは、沖野がゲイって分かってるんですよ。だから、いや、今の時代、そんな彼氏いる彼女いるとか、あんま聞くのも良くないですよ、みたいな。セクハラになっちゃいますよ、みたいな。めちゃくちゃかばってくれて、M さんめっちゃかばってくれてると思って。なんですけど、もう自分的にも、結構そのターンが結構長めで、なんでいないんだろうね、みたいな。すごい言われたんですよ、その店子さんとかに。男付き合ってないかもだけど、男となんかそういうことあったことあるみたいな。キスとかなんか触り合いとかしたことないのみたいな。すごい言われて、じゃあもう分かりましたって。いいですか本当のこと言ってもって周りに。いいですか言いますよみたいな。はい、はい、はい、みたいな。じゃあ本当のこと言いますねって。めちゃくちゃゲイですよって。その場で言ったんですよ。で、そしたら、もうその店子さんとクライアントさんは、やっぱりね、みたいな。なんかすごいわかりやすいよって言われて、あ、やっぱわかる人にはわかるんだなとかって思ったんですけど、女性社員の M さんとかはさ、もう知ってるから特に驚きもなかったんだけど、役員はめちゃくちゃ驚いてて、もうとにかく驚いてて、みたいな。あ、そうやったんや、みたいな。全然気づかへんかった、みたいな。でも大丈夫こういうとこでなんか、そんななんか無理やり言わせたみたいな感じになってないみたいな、すごい心配してくれたんだけど、全然、自分からなんかわざわざ言わなくても別に仕事に、影響ないかなって思ってるんで言わないだけで、別にそんなすごい絶対知られたくないとか、そういうタイプでもないんで大丈夫ですっていうのを一応言って、ちなみにもうその時点で、終電逃してて、もう少なくともこう4時ぐらいまでは始発動かないから飲まなきゃなって思ってたんだけど、もうどん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 飲んでいくうちに、役員とその女性社員 M さんがどんどんしんどくなってきて、お酒で。二人が先に帰ったんですよ。で、その時点でもうクライアントさんベロベロだったんで、もう自分とそのクライアント様二人だけになっちゃって、もちろん店子さんとか他のお客さんはいたけど、で、結果的にどうなったかっていうと、2軒目行こうって言われて、2丁目のバーの2軒目行こうって言われて、結果的になんかそのクライアントさんと一緒になぜか手繋いで、2丁目こうやって歩いて次のところまでなんか連れてってもらったんですけど、もうお互い酔ってるから楽しくて、初対面なのになんか、なぜか手繋いで次のバー行って、で、そっちのバーも常連だったみたいで、全然名前も、ママさんだったかなママさんと普通にこう話してたりとか、他の常連客ともすごい話してたりしたんですけど、もう今日もすごい楽しかったんだけど、それで移動したのがだから多分4時過ぎとか、4時前後ぐらい、4時、ぐらいだったと思うんですけど、で、始発で帰ればよかったんだけど、その4時とか5時ぐらいに抜ければよかったんだけど、結果的になんか自分も楽しいし、なんかもうわけわかんなくなってて、気づいたらもう6時半とか7時ぐらいになってて、で、さすがにお店も閉めるよってなってて、でももうそのクライアントさんが常連だし、もう慣れすぎちゃってて、ママさんが、いやもうこの人置いてっていいよみたいな。で、先帰っていいよみたいな言ってくれたから、じゃあすいません、失礼しますみたいな。よろしくお願いしますみたいな感じで、ちょっとママさんに託して、お店を出たのが多分7時ぐらい。で、やっと家にそっから帰るんですけど、なんかね、途中で記憶なくなっちゃって、7時ぐらいにお店を出たはずなのに、家に着いたのが、お昼の12時超えてたんですよ。うち新宿から埼玉の自宅までって1時間あれば大体着くので、8時台ぐらいには家に着いてないとおかしいんですけど、もう間の記憶がなくて多分どっかで寝ちゃってたのか、なんで12時なんだろうって思いながら家に帰ってもう一回ゆっくり寝たんですけど、っていうのが最近ありました。今までね、その、沖野がゲイってことを知ってるのは、そのチャンネルを見つけた女性社員 M さんだけだったはずなんですけど、これでとりあえず役員の方一人は知ってくれてっていうのも変な話なんですけど、で、多分これを聞いて、その店子さん、詰めてくる店子さんひどいとか、そんなお酒の席でいろいろ掘ってくるクライアントさん、変なから見せてくるの嫌だとか言う人いるかもしれないんですけど、沖野正直その時は普通に楽しくて自分も。普通に楽しんでたよっていうのと、あともう一つ、言って、なんか嫌な気持ちに全然なってないです。その役員にいた時もそうなんだけど、わざわざこう自己紹介で、例えば入社した時とかにさ、自分はゲイですとかって、周りにこう、アピールするタイプではないんだけど、そこまでオープンじゃないんだけど、知られた方が楽なことも正直あって、あんまりね、もしかしたらその店子さんとかの、男いけないのとか、ゲイなんじゃないみたいなことを、あんまり良くないよっていうふうに思う人もいるかもしれないけど、個人的には別にそこまで嫌だったわけじゃなくて、むしろ、役員の方に言ってなんか、いいタイミングだったなみたいな。ちょっとスッキリした方が正直大きくて、で、実際その役員の方もそういうことであんまりこう、そもそも男性女性とかで見たりとかするタイプでもないし、だからゲイって言った後も全然次の週からまたいつも通り同じように接してくれてるので、個人的にはむしろ言えてよかったなっていうふうに思ってるよってことは、ちょっとちゃんと言っときたいなと思います。M さん以外がこのチャンネルだから知らないと思うんですけど、今回出てきた登場人物で。仮にその役員の方とか、クライアントさんとか、店子さんとか、が、もし見てたとしても、全然嫌な気持ちにはなってなくて、むしろ言えてちょっとスッキリした方が大きいので、ご安心ください。
っていうところですね。ちょっと番外編なんですけど、今会社、リモートワークでやってるんですけど、最近出社した時に、たまたま社長が来たんです。今度ね、自分のそのチーム、沖野のチームに新人さん入る予定なんですよ。そういえば沖野くん、みたいな。今度入ってくることいつだっけみたいな。いつからだっけって言われて、あ、いつからですよ、みたいな。答えたんですよ。そしたら、その20代の若い女の子だから、社長から、沖野、お前セクハラすんなよって、冗談でね、言われて、しないですよ、セクハラみたいな。セクハラしそうに見えますかみたいな。絶対しないタイプでしょみたいなことを社長に返したんですよ。そしたら、いや、だってさ、沖野さ、昔俺の手握ってきたじゃんって言われて、どんなことしたっけって思うんだけど、ちょっと完全に否定できなくて、会社の飲み会とか、もしくは社長と二人で飲んだりしたこともあるんで、もしかしたら酔った時とかにボディタッチ増えるタイプなんで、もしかしたら社長の手にぎにぎしたのかなと思って、なんか完全に絶対そんなことしてないですって言えなくて、いや、これなんか立場というか相手次第ではガチセクハラになるなと思って、ちょっと気をつけようって思いました。でもね、社長とハグした記憶あるんだよね、昔何回か。お酒飲んで、最後解散の時にありがとうございましたみたいな時になんかハグして、なんか謎だけどね、なんかハグして別れたことは何回かあるから、まあもしかしたら隣に座ってたりしたら手ぐらい握ってたりしたのかもと思って、良くないねって反省しました。ちなみに社長がなんか沖野のことをゲイだと思ってるんじゃないかなって思う言動、過去にも何回か実はあって、覚えてるので言うと2つあるんですけど、1つは、沖野は筋肉が好きだもんねって言われたことあるの。俺これ気づいてんのかで、それとも自分がその筋トレをしてることに対するなんか、筋肉命でしょみたいな意味で言われたのか、男が好きってバレてて言われてるのか、どっちなんだろうって思いながら、まあ深くはその時追求しなかったんですけど、っていうのが一つ。で、もう一つは、人生で一回だけキャバクラに行ったことあるんですけど、それ社長と行ったんですよ。なんか普通に会社の飲み会があって、今日は誰々と誰々を連れてくみたいな感じで、自分ともう一人、男性社員を連れてキャバクラにね、二次会で行ったんですよ。で、自分も、毎週キャバクラ連れて行かれるとか言われたらちょっと嫌だし、普通に拒否するけど、人生で一回ぐらいちょっとね、行ってみようかなみたいな。どうせ社長のおごりだし、いいや、行ってみようと思って、まあ行ったんですよ。で、当時はまだコロナ前で出社普通にしてたんですけど、それ金曜日の夜で。月曜日出社したら、社長がスッと自分の横に来て、ごめんなって。興味ないのにキャバクラ連れてって。って言われたんですよ。キャバクラ興味ないって別にさ、ストレートの人、ノンケ男性でもさ、キャバクラとか興味ないっていう人もいるから、そういう意味合いで行った可能性もあるんだけど、一緒にもう一人連れて行かれた男性社員には謝ってなかったの。多分楽しんでたから。楽しんでたから多分何も言ってなくて、で、沖野も別にそんなさ、キャバクラ連れて行かれてブスーってしてたわけじゃないんだけど、あれもしかしてやっぱ女に興味ないっていうのバレてるのかな、社長にって、その時思ったんですよね。でその二つかな、筋肉好きでしょ事件、あとは、キャバクラ連れてってごめんねって言われた事件。ちなみに社長はね、今50代半ば後半ぐらいですね。ちょっといつ頃手握ったかとか全然覚えてないんで、もしやってたとしたら、まあ、50代男性の手をにぎにぎしてたらしいです。なんかね、沖野ね、多分人がそもそも好きなんじゃないかって思ってて、人間が。だから割と友達とかもそうだし、そういうバー行って一緒に飲んでる人、たまたま隣になった人とかもそうだし、まあ今回で言うと社長とかも、社長のこと大好きなんで、その人間として尊敬してるし、大好きなんで、だから多分なんかハグしたり手に握ったりしたんだろうなって思いながら、っていうことがね、ありましたよっていう。なんか話ちょっとね、最後いろいろとっちらかっちゃいましたけど、以前のそのゲイバレをしたその女性社員 M さんは、自分が話そうと思って話したわけじゃなくて、YouTube が知られて、そっから多分間接的にバレたって感じだったんですけど、自分の口から、職場の男性にカミングアウトするっていうのが初めての経験だったんで、なんかちょっと YouTube でも話してみようかなと思って話しました。ぜひね、皆さん、多分、こういうシチュエーションになったら嫌だなって思う人の方が多いと思うんですけど、今回の昨日の話を聞いて何かご意見、ご感想がありましたら、ぜひいろいろコメントしてみてください。ぜひ、いいねとチャンネル登録、そしてメンバーシップへの登録もよろしくお願いします。それでは、バイバイ。